こんにちは、ゼキザップです。本日は11月17日月曜日、時刻の方は14時になっていまして、今日は自分は試験明けの日になっているので、お休みをいただいてゆっくりと休んでおります。で、このようにハンターカブとモンキー2台並べているんですけど、この2台乗っていて気になるところが一つありまして、それがミラーの見にくさですね。どうしてもちっちゃいバイクなんで、シートからこのミラーまでの距離っていうんですか、それが近すぎて冬場になると、体がモコモコしてきて、ミラーが見づらいっていうのがありますんで、今回はそのプチカスタムやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、使っていくのはこちら、タナックスのオフセットホルダーですね。これをくっつけて、少しでもね、乗りやすくしていこうかなっていう感じになっております。はい、それでは少々トラブルもありまして、現在は11月28日金曜日、今日は有給を取りまして、モンキーのね、プチカスタムをやっていきます。何があったのかと言いますと、今更ではあるんですけど、自分が使ってる工具、これ高校生の時なんで、もう18年前、19年前とかに買った、石中だかダイソーだかの安物なんですけど、サイズが全然足りなくって、作業ができないでいました。で、ちょうどね、Amazon のブラックフライデーということで、セール対象ではなかったんですけど、ようやく、KTC の六角レンチ買ったので、これで作業の方続きができそうです。じゃあやっていきますか。使用していく工具は14のスパナ2つとなります。2つを使ってミラーを緩めていきます。はい、それではミラー外れましたんで、オフセットをつけていきます。角度的には45度でとりあえず様子見ですかね。ミラーを外した時とは逆の手順で取り付けていきます。あとは微調整ですね。はい、そんなわけで取り付けの方ができまして、こんな感じに仕上がりました。違和感はほぼないですね。所詮は 45mm オフセットしてるだけなので、外観上の悪さっていうのはないかと思います。実際またがってみて、肘を張った時のミラーの隠れ具合とかも変わりましたし、あとは体との距離感も生まれたので窮屈感なく乗れるので、ちっちゃいバイクですけど、ゆとりがあるっていうのは非常にいいですね。さあ、それではミラーのオフセットを取り付けた状態でどれぐらい後ろが見やすくなったのか確認していきます。ちなみに先ほどまではモンキーに取り付けをやっていましたが、もちろんこのハンターカブも装着済みとなっているので、この映像を使わせていただきます。で、ハンターカブの取り付け方法についても、興味がある方向けに動画の後半で、紹介しておきますので、ちょっと癖があるんで取り付けようと思っている方は最後までご確認ください。で、このオフセットホルダーを取り付けたことによって後方の見やすさっていうのは格段に上がりましたね。今までは冬の時期になるとどうしても着膨れしてしまうんで、後ろが見づらくって、体をよじるようにしてミラーを見たりとか、あとは肘を引っ込めたりとか、そんな感じで見ていたんですけど、このオフセットホルダーつけてからはもうそういったことをやらずに普通に後方が確認できますね。こうやって後ろが見やすくなったことで走行中の安心感とか、あとは安全性っていう観点では確実に上がってると思うので、もうね、もっと早くつけておくべきだったなと今更思っております。ついこの間投稿した北関東株主総会の月例会の方でも同じようにオフセットホルダーつけてる方がいまして、やっぱりハンター株とか、モンキーとかこういった原付2種のミラーの見にくさっていうのは共通する部分だったので、ミラーの見にくさを解決する方法としてオフセットホルダーを使うのはありなのかなと思います。ミラー自体を変えるっていうのも手段なんですけど、やっぱり純正とガラッと変わってしまうので、雰囲気がねちょっと違うものになってしまうっていうのもあるので、このオフセットホルダー、結構値段も安いので、気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてもらえればと思います。
で、肝心のハンターカブへの取り付けの方法なんですけど、モンキーみたいに簡単にポン付けっていうわけには、ちょっと自分のハンターカブの場合いろいろくっついてていかなかったので、そのあたりをね、ちゃんとバイク屋さんで撮影した動画がありますので、ご紹介いたします。自分みたいに取り付けに自信がない方は、さほど工賃がかかるような、作業ではないので、バイク屋さんにお願いしてしまうのもありかと思います。それではハンターカブの方にもオフセットホルダーを取り付けていきます。ちなみに隣ではマイクロさんのスーパーカブもカスタム中となっております。間違いなく苦戦しますよ。スーパーカブはこうイメージできるじゃないですか、この球つくのかって店長つくって言ってるからどうにかしてもらって少しずらすぐらいで逃げるのか。やはりケーブルと干渉してしまったので、できる限りケーブルを下に下げる感じで取り付けました。こんな感じですね。どうにかハンドガードがついててもケーブルを避けて取り付けは完了しました。これいいっすよね。モンキー用のブラックもあるからね。いいっすね。これしかもちゃんとこう穴開いてるからさ。キーホルダーもそうつくんだ。いいんだ。絶対出したら売れますよ。これはよく考えられてる。すごいっすよ。はい、こんな感じでハンターカブへの取り付けはモンキーと違ってポン付けとはいかなかったんですけど、自分みたいにジータのハンドガードがついていたとしても、少しねケーブルをずらすことによって無事ミラーのオフセットすることができるので、自分と同じようなパーツをつけている方でも取り付けの方はできますので安心してください。ただ一点ちょっと気になった部分で言いますと、このオフセットをつけたことによってオフセットホルダー自体の緩みとか、あとはミラーの緩みっていうのが生じやすくなったなと思っています。そのあたりはねネジロックを使えば解決してしまうんですけど、どうしてもまだ自分としても、このオフセットをつけた時のミラーの位置を決めかねていたっていうところもあって、未だにネジロックはつけていません。なので200キロぐらい走行したら1回緩んだ感じですかね。どうしてもハンターカブとかモンキーってハンドルが振動するっていうのは、前々からあるので、その振動によってよりねこういった後付けのパーツっていうのは緩みやすくなってるのかなと思います。なので気になる方はネジロックをつけることをお勧めします。自分の場合はしばらくはね、携帯工具ということでスパナと六角レンチですか、この2種類は常に持ち歩くようにしたいと思います。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。今回はモンキー125と CT125 ハンターカブにミラーのオフセットホルダーを取り付けまして、毎年冬が来るたびにどうしてもミラーが見づらいんだよなっていう悩みを解決することができました。同じようなね悩みを抱えている方、簡単にできるカスタムなのでぜひご検討ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。